函館記念で人気馬を買おうとしている皆さん、その馬、本当に函館の2000メートルで勝てますか？実は函館記念には東京や京都で強かった人気馬が思わぬ敗戦をする明確な理由があるんです。だから毎年、その馬が？という大波乱が起こるんですね。そこで今回は競馬初心者の方でも今すぐ実践できる函館芝2000メートルに隠された3つの罠と絶対に勝ってはいけない危険な人気馬の特徴をがっつり解説します。これを知っているだけでも函館記念の見方がかなり変わるはずです。ぜひ最後までご覧ください。ひずめきばかりの超競馬チャンネル。まず結論から言うと、函館記念は他の重賞と求められる能力が全く違います。つまり G1 や本州の重賞で強い馬がそのまま力を発揮できるとは限らない特殊なレースなんです。人気馬が苦戦しやすい理由は大きく分けてこの3つ。ポジション争い、馬の容姿馬、コース、馬場への適性。この3つの罠が重なることで実力馬が思わぬ敗戦を期し、とんでもない高配当が飛び出すことがあります。では具体的にどんな罠が仕掛けられているのか、まずはポジション争いから見ていきましょう。第一の罠はポジション争いです。函館2000メートルは中央競馬の中でも日本最小の超小回りコースですが、実はスタートしてから1コーナーまでの距離は比較的長めで緩やかな下り坂です。そのため各馬が少しでもいい位置を取ろうとして序盤から激しいポジション争いになりやすいんです。先行馬だから有利と単純には言えません。前に行くために足を使いすぎると最後に苦しくなることもあります。逆に後ろすぎるとゴール前の直線262メートルでは差しが届かない。つまり函館記念で重要なのは先行か追い込みかではなく、無理なく好位を確保できるかどうかにかかっています。函館記念では前走の上がりタイムだけで評価すると見誤ることがあります。それよりもどの位置から競馬をする馬なのかを見る方が重要です。特に内枠はロスなく立ち回りやすく、ポジション争いでも有利に働くケースがあります。ですが実はポジション争い以上に人気馬を苦しめる最大の障壁が函館には存在します。それが第2の罠です。函館記念を攻略する上で絶対に避けて通れないキーワード、それが洋芝です。日本のほとんどの競馬場は野芝ですが、北海道の函館、札幌は寒さに強い洋芝が使われています。この洋芝、とにかく葉っぱが太くて密度がぎっしり詰まっているんです。そのため馬は一歩一歩しっかり地面を掴んでパワーで走らないと前へ進めません。人間で例えるなら、綺麗に整備された陸上のトラックを走るのと足元がズブズブ沈む砂浜を全力疾走するくらいの違いがあります。砂浜を走るのってめちゃくちゃ疲れますし、足を取られてスピードが出ないですよね。洋芝もまさにそのイメージ。だから函館では本州で見せるようなスピーディーな瞬発力だけでは最後まで持ちません。必要なのは泥臭く粘り込むパワーとスタミナ。よく競馬新聞や SNS で目にする洋芝校舎という言葉は、この砂浜のような馬場をスイスイ走れる特殊な適性を持った馬のことなんです。そして3つ目のポイントが適性の見極めです。実は競走馬の中には本州では目立たないのに北海道に来ると急に走り出す馬がいます。まるで別馬のような走りを見せる馬も珍しくありません。なぜなら先ほど言った洋芝が異常に得意だからです。もちろん北海道で走った経験がなくても勝つ馬はいます。ただ函館や札幌で好走歴がある馬は洋芝をこなせることをすでに証明しているんです。だから私は夏競馬になると函館、札幌でどんな競馬をしていたかを真っ先にチェックします。夏競馬は純粋な能力比較ではなく、その舞台に合うかどうかの比較、これが大原則です。危険な人気馬の特徴は1、外枠から位置を取れない馬。2、洋芝適性に不安がある馬。3、直線の長いコースでの瞬発力だけで評価されている馬。もちろん圧倒的な能力差があれば能力だけでねじ伏せることもあります。ただ前走の東京で強い勝ち方をしたから、前走の上がりがダントツで速かったから、そんな本州の常識だけで函館記念の人気馬を買うのだけは絶対にやめてください。函館記念は能力だけでは語れないレースです。ポジション争い、洋芝、そして適性、この3つを見落とさないことが何より重要なんです。夏競馬に苦手意識を持っている方はこの3つを意識するだけで予想が今までと変わると思います。しっかりと覚えてくださいね。それでは今回の重要ポイントを復習しましょう。1、ポジション争いが激しいので位置取りが重要。2、砂浜のようにタフな洋芝適性が必要。3、
実績よりも函館向きかどうかをチェック。函館記念はこの3つを意識するだけで人気馬の危険サインや見落とされがちな穴馬が見えてきます。というわけで今回は函館競馬場の特徴と攻略法でした。皆さんが函館記念で重視しているポイントもぜひコメントで教えてください。他にも解説動画を作成予定です。見逃さないように今のうちにチャンネル登録と高評価をして待っていてくださいね。それではまた次のレースでお会いしましょう。ひずめきぱかりでした。おつぱかー。